海道も海外テックのこれまじミントです。みなです。今日はファーウェイが発表した巨大な AI マシンアトラス950の話。チップ単体の速さより1000枚規模の計算とメモリを1台分の住所として扱う設計が主役です。数字の話先に聞いていい？ WAIC で公開された試作機は1024枚構成で、ファーウェイ交渉で FP8、1、エクサフロックス、単一仮想アドレス空間 256TB。でもファーウェイ交渉の最大構成は8192枚で FP8、8、エクサフロックス、物理 HBM 総量 1152TB なんだけど、演算は8倍でちゃんと合うのに 256TB を単純に8倍したら 2048TB になるはずが、ファーウェイ交渉の最大構成は 1152TB。メモリだけ数字が合わないってこと？これマジ？全部見せて。まず前提、 AI の計算チップは増やすほど理論上の演算ピークは足し算で伸びる。でも実際の速度はチップ同士がデータをやり取りする通信や同期の待ち時間にも左右される。チップの数がそのまま速さにならないの？ならない。例えるなら料理人を1000人集めた巨大な厨房。料理人が多いほど材料を取りに行く手間や隣の料理人に食材を渡す手間も増える。1024人の料理人を集めたら1024倍速くなるわけじゃないんだ。そう。だからファーウェイのアトラス950が狙っているのは枚数そのものより1000枚規模のチップを同じ低遅延の厨房として動かす設計。それがさっき名前だけ出てきたユニファイドバスってやつ？と、次の章で見ていきます。AI 計算機を増やす方法には大きく2つある。スケールアウトは複数の独立したコンピュータをネットワークでつなぐ方法。店舗を増やして電話と配送でやり取りするイメージ。スケールアップは一つの低遅延の領域そのものを大きく広げる方法。ファーウェイの説明ではユニファイドバスという独自の相互接続で最大8192枚のアセンド 950DT を論理上は1台のコンピュータとして扱うことを目指している。1台に見える。で、距離とか通信が消えるってこと？そこは誤解しやすいところ。ユニファイドバスはバラバラに分かれた物理メモリを大きな1枚の住所表として扱えるようにする仕組み。でも実データの転送や同期、混雑は残る。近い棚と遠い棚があるのは変わらない。住所が一つになっても遠くの棚まで歩く時間はゼロにならないんだね。その通り。ところでさっきから出てくるペタフロップスとかエクサフロップスって結局何を表す数字なの？1秒間に何回計算できるかを表す単位。P は1000兆、その1000倍が E だから桁がまるで違う。FP8 や FP4 は数字をどれだけ細かく表すかという計算の精度条件。チップ単体の話をすると、アセンド 950DT はファーウェイ交渉で FP8、1、ペタフロックス FP4、2、ペタフロックス、メモリは 144GB、HBM というチップのすぐ近くに置く高速メモリ、帯域は毎秒 4TB、セミアナリシスの分析では単体性能は NVIDIA のブラックウェル、GPU の約3分の1。1枚だと控えめなんだ。アトラス950が前面に出しているのは単体の速さよりこれを束ねるスケールアップという設計そのもの。1024枚束ねればファーウェイ交渉で FP8、1、エクサフロックス、8192枚束ねれば8、エクサフロックス、チップ1枚の FP8、1、ペタフロップスに枚数をかけるとちゃんと合う数字。単体の速さより束ね方の設計を見せる題材なんだね。256TBって聞いても正直ピンとこないんだけど。使い道で考えると分かりやすい。大きく4つ。1つ目はモデルの重み。1兆パラメータのモデルは重みだけで FP8 換算だと概算で 1TB ほど。それだけなら 256TB の何百分の1じゃん。もう学習では重みに加えて学習の過程で生まれる大量の作業用データ、勾配やオプティマイザの状態、通信のための一時領域なども必要で、実際の必要量はずっと増える。2つ目は MOE、一部の専門家だけを動かすモデル構造。全専門家の重みをどこかに常駐させておく必要があって、大容量メモリはその置き場になる。専門家がたくさんいるモデルほど置き場所がいるんだ。3つ目は長い会話のための KV キャッシュ。会話が長くなるほど過去のやり取りを覚えておくためのメモリが増える。メモリが多いほど多くの会話を同時に長く保持しやすくなる。4つ目はモデル並列。一つの計算を複数チップに分けて進める時の部分結果のやり取り。つまり 256TB はいろんな用途に切り分けて使う箱なんだ。ということ。ただし容量が大きいからといって難聴パラメータ学習できる
と単純には言えない。精度やバッチサイズ、並列方式で必要量は変わる。じゃあ冒頭の謎、メモリだけ数字が合わないやつ解説して。ここが今日一番話したいところ。まず整理すると、 WAIC で公開された試作機は1024枚構成。ファーウェイ交渉で FP8、1、エクサフロックス、FP4、2、エクサフロックス、256TB の単一仮想アドレス空間。一方、去年のファーウェイコネクトでの発表によれば、最大構成は8192枚、FP8、8、エクサフロックス、FP4、16、エクサフロックス、メモリ 1152TB。演算は1024枚の8倍が8192枚。ちゃんと8倍になってるんだよね。そう。演算はチップ1枚あたりの性能に枚数をかけるだけだから、綺麗に合う。でもメモリの 256TB を単純に8倍したら 2048TB になるはずなのに、実際の交渉値は 1152TB。そこが謎なんでしょ。答えは 1152TB は、チップ1枚のメモリ 144GB に8192枚をかけた数字とぴったり一致する。つまり、物理的に乗っている HBM の総量。じゃあ 256TB は 256TB は、ファーウェイが単一仮想アドレス空間と呼んでいる数字。1024枚に載っている物理 HBM の合計は 144GB×1024 で約 144TB。それを上回る 256TB をユニファイドバスで見える住所空間として示している。つまり片方は実際に載ってるメモリの量、もう片方はアドレスとして見える範囲。測ってるものが違うから単純な8倍計算に合わないんだ。そういうこと。指標の定義が違う2つの数字を並べているだけでメモリが8分の1に減ったわけではない。ただし 256TB の中身が HBM なのか他のメモリも含むのか、内訳はファーウェイが公開していない。仮想アドレス空間だから全部が同じ速さで読めるとは言えない。住所が一つになっても遠い棚は遠いままってさっきの話とつながるね。その通り。発表された数字は定義や条件まで遡って確かめてから紹介する。今日みたいな検証をこれからも続けていきます。次の数字の謎も一緒に解きたい人は登録して待っててほしいのだ。ファーウェイは去年の講演で最大8192枚構成を当時 NVL144 と呼ばれていた NVIDIA の将来システムと比べてファーウェイの比較指標として演算 6.7 倍、メモリ15倍、相互接続62倍と説明した。ファーウェイがそう比較主張してるの？ 6.7 倍って何と何を比べた数字なの？数字だけ見るとそう見えるけど、まず箱の大きさが違う。ファーウェイ交渉では最大構成は8192機の NPU、160 台のキャビネット、約1000平方メートル。当時の NVL144 は144機の GPU。ファーウェイの比較指標ではアクセラレータ数も 56.8 倍、8192機対144機という構成の規模そのものが大きく違う総量比較。1台対1台の速さ比べじゃないんだ。しかも NVL144 という名前自体、後で NVIDIA がベラルビン NVL72 に改称してる。現行の NVIDIA 公式 GB3 略 NVL72 は B3 略 GPU72 機、HBM 約 20TB、FP8 や FP4 のような交渉値は演算の丸め方や測定条件が製品ごとに違うから、裸の倍率をそのまま並べるのは公平じゃない。じゃあこの比較はどう受け止めればいいの？ファーウェイがこう主張しているという一時情報として受け止めて、単体性能や効率の順位を示す数字としては使わないというのが今日の立場。数字の大小よりシステムの境界と条件を見る話ってことだね。そう。もう一つ大事な留保。WAIC で公開されたのは実機の初公開であり、プロトタイプ展示アセンド 950DT を搭載した製品の出荷はファーウェイの案内で2026年第4四半期。今回出てきた数字はファーウェイ交渉のピーク値、独立検証された実測値ではない。まだこれからの製品ってことだね。そう。ちなみにこの番組、机の上に置ける小さい AI マシン DGXスパーク実機でローカル LLM を検証した回もあるんだけど、今日のアトラス950はその真逆、1000平方メートル級の巨大なマシン。同じ AI を動かす話でも規模で全く違う顔を見せる。気になった人はそっちも見てみて。今日の話をまとめると、アトラス
950は8192枚のチップとメモリをユニファイドバスで1台分の住所として扱おうとする設計だった。 WAIC の1024枚とロードマップ上の8192枚は別サイズの構成で、演算は枚数通り整合したけど、256TB と 1152TB は仮想アドレス空間と物理 HBM というそもそも違う指標を測っていた。ハーウェイと NVIDIA の比較も箱の大きさが違う総量比較だったね。 AI 計算機の話を見るときは、チップ数に加えてメモリの置き場、通信の待ち時間、そして量産後の実測、この順番で見ていくのが大事。アトラス950はその問いを1000枚規模まで押し広げてみせた題材でした。面白かったら高評価や登録で教えてくれたら嬉しいのだ。気になった数字があったらコメントでも教えてね。それでは、みなとミントでした。バイバイ。